坂は馬返しから中禅寺湖までの一方通行になっていまして、高低差は約440メートルだそうです。上りの第2いろは坂は20カーブあります。下りの第1いろは坂は28カーブあります。中禅寺湖に来ました。見てください、男体山が見えます。大きいですね。標高2486メートル、780年代より山自体が信仰の対象となり、山頂には日光二良山神社の奥宮があります。日光には熊も生息しているそうです。二良山神社の鳥居がこちらにもあります。中禅寺湖には日光二良山神社中宮祠があります。中禅寺湖の水は神橋があった大谷川に流れています。綺麗な湖畔ですね。釣りをしている方もいます。ヒメマス、ニジマスなどやワカサギが釣れるそうです。ヒメマスは中禅寺湖を代表する魚だそうです。そして中禅寺湖に明治39年に初めて放流された魚だそうです。それではランチに行きたいと思います。こちらのメープルさんに入りたいと思います。こちらで中禅寺湖の名物ヒメマスを食べれるそうですが、チキンソテーランチにしました。ジェノベーゼソースとビネグレットソースでいただきます。おしゃれな洋食屋さんみたいでしたので入ってみました。それではいただきます。ジューシーで美味しい。皮がパリパリ、肉はジューシー、とても美味しいです。美味しくて幸せな味でした。ごちそうさまでした。華厳の滝に来ました。こちらでエレベーター往復切符を買いたいと思います。大人1人600円です。エレベーターを降りた長い通路を歩いています。華厳の滝の音が聞こえます。わーすごい迫力です。こちらが華厳の滝です。華厳の滝、大迫力です。中禅寺湖から流れる華厳の滝は落差97メートルの滝で、日本三名瀑の一つとされる景勝地です。湯滝や竜頭の滝と合わせて奥日光三名瀑とも言われています。湯滝や竜頭の滝にも後ほど行きます。美しい景色ですね。下の方に涅槃の滝という滝があるようです。こちらが涅槃の滝です。落差20メートルの直瀑になります。初めてこんなに大きい滝を見ました。華厳の滝、とても美しかったです。来た道を戻りたいと思います。華厳の滝まで行くときはね、人がたくさんいましたが、帰りは空いています。地下100メートルにいたんですね。お次は中禅寺湖展望台に来ました。美しい男体山と中禅寺湖の風景が見れますね。いつか男体山を登山して山頂から中禅寺湖を見てみたいです。半月山駐車場に来ました。あいにくガスで景色が見れません。私は雲の上にいます山の上は一瞬でお天気が変わりますね。霧がやってきました。こちらに向かって霧がやってきています。霧をまとっていますますます幻想的になりました。丘を登れば半月山展望台があって、
さらに高いところから中禅寺湖と男体山が見られるのですが、もうガスで見えませんね。お猿さん発見です。かわいいですね。竜頭の滝入り口に到着しました。すごい。奥日光三名瀑の一つとされる竜頭の滝です。男体山の噴火によってできた溶岩の上を210メートルにわたって流れ落ちる滝です。こちらには大きな竜の彫刻もありました。さらに奥日光方面に進み、戦場ヶ原を通過しています。中禅寺湖をめぐって男体山の神と赤城山の神が争った戦場という神話が戦場ヶ原の名前の由来だそうです。かつての湖が湿原化したもので400ヘクタールあるそうです。湯の湖に着きました。硫黄の匂いがします。風情のある橋がありますね。湯の湖から湯滝となって落ちた水の行き先はどこの海でしょうか。少し散策したいと思います。素敵な湖畔を見つけました。カルガモさんカモさんがいますね。素敵な景色ですね。絵になりそうな風景ですね。この場所すごく気に入りました。ちょっと休憩。静かな湖畔の森の陰からまさにここですね。本当に美しい場所でした。この下に湯滝があるそうなので行ってみたいと思います。すごく近くにカモが来てくれました。こちらが湯滝の落ち口です。それでは下に行ってみたいと思います。こちらはまだ湯滝の真ん中くらいです。長い階段を降りていきます。結構下まで降りるんですね。今は滝壺に向かって降りています。下まで降りてきました。こちらが湯滝の真下ですね。すごい湯滝は高さ70メートル、長さ110メートルの滝で湯川をせき止めて湯の湖を作った山岳溶岩流の岩壁を湖水が流れ落ちています。湯滝の迫力に感動しています。いろんな滝を見てきましたけれど、湯滝は圧巻ですね。すごかったです。またこちらの階段を登っていきます。結構下まで降りてきましたからね。頑張って登ります。奥日光に到着しました。野生の鹿がいます。鹿の家族ですね。かわいいですね。いろんなところに鹿がたくさんいてびっくりしています。落ち葉を食べていますね。鹿はほとんどの植物を食べることができ、イネ科の草や木の葉、どんぐり、笹などを好むそうです。こちらには子鹿がいます。ぴょんぴょん跳ねていますね。鹿のダンスみたいですね。お母さんのお乳を飲んでいます。奥日光湿原に到着しました。栃木に来て一番印象に残ったのが野生の猿と鹿に出会えたことですね。それと、中禅寺湖の美しさ、とても感動しました。それと釣りをされている方が多いですね。湯の湖もマスが釣れるそうです。
そしてお宿で温泉に入りました。奥日光の温泉は乳白色でとてもお肌がツルツルになります。お肌が白くなってとてもいい湯でした。次の日の早朝です。こちらは湯の平湿原です。こちらは奥日光湯本温泉源泉です。こちらから温泉を引いているそうです。奥日光が乳白色の温泉だと知らなかったのでとても気に入りました。草津温泉や万座温泉も乳白色の温泉でしたが、こちらの方がまだ都内からアクセスしやすい方だと思います。地面から温泉が湧き出ています。ぬるま湯ですね。こちらは透明の源泉ですかね。日光の旅はとても見どころがたくさんあって楽しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。コメントも楽しみにしております。